こんにちは、まいです。今回は私がミニマリストになるまでにやったことをお伝えします。物が多い生活から今のすっきり快適な生活になるまでに経験したことを失敗談を含めて動画にまとめました。お家を片付けたいけどどこから手をつけたらいいかわからないという方の参考になるととても嬉しいです。それでは行ってみましょう。物がなかなか手放せなかった私は、収納場所を増やせばいいんだと考え、収納に関わる SNS を読み漁っていました。お家を片付けるために100均や無印良品で収納ボックスを何個も購入したり、収納アイデアを駆使してありとあらゆる隙間を物で埋め尽くそうとしていたんです。とりあえず詰め込んでおけばいいやとポンポン構わず投げ入れていたら、物は減るどころか増える一方で、気づいたら収納ボックスの数が増え、何がどこにどのくらいあるのかも把握できていない状況になってしまいました。物が散乱しているタイミングで買い揃えた収納アイテムは、物を減らしたことで結果的に不要になることがほとんどでした。そのような経験から、収納方法を考えるよりも、まずはお家の中で管理が行き届いていない場所を把握したり、不要なものを手放してすっきりさせることが大切なんだということに、だいぶ遠回りをしたことで気がつくことができました。まずは不要なものを手放してお家の中をすっきりさせることが大切だと頭では分かっているつもりでも、いざ物を手放そうとすると、いつか使うかもとかもったいないと使い切れずに手放すことへの罪悪感から、物がなかなか捨てられず、収納場所から物を全出ししては一つも手放せずにまた全部しまうという謎の行動に時間をかけてしまったこともあります。手放したい、でも手放せない。この気持ちが葛藤している時期が正直一番辛く、時間をかけてもなかなか片付かないお家を見てイライラしたり落ち込むこともありました。そんな時、ちょっと勇気を出して手放してみたのが高かったものでした。奮発して購入したリュックや長財布を持っていたのですが、あの時の私にとって高価なものを手放すことは、たとえ使っていないものだとしてもとても勇気のいる決断でした。高価なものを手放すときはいつも相当うじうじして決断にかなりの時間がかかったのを覚えています。しかし自分の意思で手放すという決断ができたとき、とてもすがすがしい気持ちがして心が軽くなっていくのを感じることができました。長財布から薄くて小さい1000円で買ったお財布に変えたときは、バッグの中が軽くなり、荷物が軽いってこんなに素敵なことなんだと感動したのを今でも覚えています。私は決して短い期間でミニマリストになれたわけではありません。いろいろな挫折や失敗を経験し、自分は片付けができない人間なんだと思い込んで諦めていた時期もあります。そんな中、特にお風呂掃除が苦手だった私は、ずっと使っていたお風呂場の椅子や桶を水垢で曇らせてしまったので処分することにしました。最初は新しいものを購入する予定でしたが、椅子や桶がない生活を数日続けていると、なくてもいける、いやない方がその分水垢も気にしなくていいし、
お風呂掃除の手間も減って快感だと感じるようになりました。お風呂場の椅子や桶はあったら便利なものでしたが、視点を変えると生活の中で小さなストレスを生むこともあるんだと気づくことができました。お家の中で自分が感じている小さなストレスを一つ解決できるだけで大きな喜びを感じ、それが成功体験となって少しずつ物を手放せるようになりました。そこから少しずつ使っていないものを手放せることができるようになり、ランナーズハイのような手放し覚醒モードになった時は、ずっと手放したかったテレビやソファー、車も手放すことができるようになりました。他人の意見や周りの目に左右されず、本当に今の自分に必要なものは何だろうと思考を巡らせられるようになった時期でもあり、手放しの限界突破を感じた瞬間で、雪だるま方式で不要なものを手放せるようになっていきました。今まで私は物を手にすることで安心感や幸せを感じ、さらには過剰な見栄を張っていたため、それらを手放す行為は自分の身の鎧を剥がされるような気がして不安でたまりませんでした。しかし勇気を出して鎧を脱ぐことができた今は、とても身軽で開放的な気持ちで生活することができています。最後になりますが、今までもこれからも動画を見てくださっている方々が日頃のストレスを手放し、幸せを感じられる生活を後押しできる小さなきっかけになれればいいなと思いながら動画作りをしていきたいと思っています。よかったら高評価やチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。